皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。ついに始まりましたね、夏アニメ。今回は楽しいアニメがいっぱいあるんでしょうか？皆さんは何を見ますか？私は一気見をしたい派なんで、レビューする作品以外は全話放送されてから見たいですね。今回は以前に漫画版のレビューをしたことがあるあの作品です。そう、あの胸クソ悪かった作品です。タイトルはこちらです。チートクス氏のスローライフです。感想を言う前に、アニメレビューの時に、と思って言わずにいたことを先に言っちゃいますね。チートクス氏のファースト出会いはこの画像だったんですよ。だから、てっきりこの獣耳少女の物語だと思ってワクワクしていたんです。そしたら男がいきなり現れるわけじゃないですか。騙された感半端なかったですね。そして1話を見たんですが、まさかこんな中身になるとは思いもしませんでした。それでは、これよりネタバレと多分な批判を含みます。途中、気分が優れなくなった場合はブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。ではチートクス氏1話のあらすじ、というか、その中で一番長かったお話、本編はこちらです。尺稼ぎかと疑うほどに乱れまくる、ナイフを持ったヤンデレ彼女に追いかけ回される地主の息子の悩みを解決しよう、というものでした。解決法、お茶作って夜に飲ませたら、気持ちが落ち着いて精神が安定しました。いや、作り方を見るに、絶対ただのお茶じゃない。漫画版でも、主人公レイジが作った薬は、ドーピングなんて目じゃない肉体改造をしてしまうほどすごかったですよ。だからヤンデレ彼女がつきものが落ちたように落ち着き払った姿になるのもわかります。でも、彼氏に言いたい。感情が思い切り高ぶるほどの愛情が、一気に消え失せてしまったのはいいんですか？淡白になってしまったってことですけれど。彼氏さんにとってはそれくらいがちょうどいいってことでしょうか。周りが見えないほどに愛していたのに、冷静になってしまったら自分のことを捨ててしまうかもしれないんですよ。相当な自信家の彼氏ですね。オムニバスのうちの一つはこんな感じの感想でした。漫画版では主人公ありえない、と非難していたことがあったのですが、アニメで解決されました。レイジが薬屋を開くことで、雑貨屋の店長の経営は立ち行かなくなると思っていたのですが、大丈夫みたいです。レイジの店は遠い町外れに位置していて、安くて遠い場所か少し高くても近い場所、と競合は起きないようです。漫画ではそんな描写一つもなかった記憶がありますね。何はともあれ、良かったですね、雑貨屋の店長さん。もう一つ、消臭剤を作ったお話についてもついでなので触れておきましょう。ラフレシアみたいな花がものすごい悪臭を放っていることで、どうにかしてほしいとノエラちゃんから頼まれました。ささっと、そこら辺に自生している薬草を混ぜ混ぜして消臭液作成。見事に匂いを消すことができたんですよ。そしてラフレシアさんは子孫を残せなくなりましたとさ。臭いからという理由だけで個性を消されるってかわいそうだなーって思いました。一層のこと刈り取ればまだ良かったのに。どうして匂いを消してまで残しておく必要があるのかなーと疑問に思いましたね。悪臭がしないんだったら、魔物よけの素材としても使えないでしょうし。あと、店を開く前までは原作と同じ流れだとしたらですよ。ヨボヨボなおじいちゃんたちが家を修理してくれたんですよ。その際、栄養ドリンクを渡して元気100倍。1週間の工程が1日で終わったわけです。アニメは、ずーっとヨボヨボなまま働かせてたんですよ。どうしてそうだと言えるのかというと、最後の方で、修繕をしていたおじいちゃんが、噂のポーション、試してみるかの。と言っていたんです。修繕の時に飲んでいたらそんなこと言いませんからね。主人公の非常さは健在のようで何よりです。ほのぼのアニメに見せかけても、くずさってにじみ出てくるんですね。おじいちゃんがボケてて、ゴリマッチョになった記憶がなくなってるって？そんなレベルだったら仕事できないでしょ。おじいちゃんのまま、震えながら仕事を頑張ったんでしょうね。
お疲れ様でした。内容についてはこれくらいですね。そして物語全体についてなんですが、この作品に物語なんてねえよ。と、案に示しているように思うんですよね。原作は時間軸がしっかりあって、物語性が一応はあった作品なのに、オムニバス作品が悪いわけではないですからね。私としては、物語を全否定されているようで嫌な気分です。キャラ設定だけしか評価される部分がなかったってことですもんね。原作者がこれでいいってゴーサイン出したから納得なんでしょうけれど、我が子よりもお金が大事ですしね、お気持ちはよくわかります。でも残されたキャラ設定も、アニメでは全くといいほどわかりませんでしたけれどね。すごいさらりと、説明というにはあまりにもおざなりな説明をしただけで終わりですし、漫画だってこの主人公の前世や人となりの説明なんてなかったですけれども、ノエラちゃんがどうして倒れていたのかとか、ポーションを持っていたのかっていうのも説明ないんですよね。ただ舞台だけを用意して、整合性なんて全く考えず自分がしたいことを最優先しただけの作品でしたね。ごめんなさい、物語なんてもともとありませんでしたね。全言撤回いたします。主要登場人物固定のオムニバス作品として割り切ってアニメを見ましょう。どうしよう、言っててなんかすごくイライラしてきちゃいました。まだ時間はありますね。まだまだ悪いと思ったところを言っていきましょう。開始1分経たずにポカーンなんですよ。キリオレイジの説明意味がわからないんですけれど、なろう未経験者お断りの作品なんですか？万人受けを狙っていないんですか？どうやって異世界来たの？そもそも異世界って何？どんなところなの？は？スキル？何それ？鑑定？創薬？単語だけ言われても全くわからないです。どうして犬が女の子の姿になったの？服着てなかったよね？服はどこから来たの？この子にはスキルっていうものはないの？変身みたいなスキルじゃないの？開始早々、ナロー系作品を読んだことがないとわからないことだらけ。まさか、これが一般常識として認知されているから説明はいらない、と思っているんでしょうか？一般常識、知らないなんてありえない、としても、その知識っていうのは別の作品での知識ですよね。この世界で使われている単語の知識ではないじゃないですか。わかります？私の言ってること。なんでこんなにも説明しないで、これくらいご存知ですよね。はしょりますよ、としたのか理解できない。あと、D アニメのあらすじを読んで非常に驚きました。私、あらすじって、起承転結の、き、の部分をざっくりとまとめたもの、だと思っていたんですよ。こんな内容一つも1話でやっていませんでしたけれども、今後してくれるんですかね。ドラえもんみたいな感じで。でもオムニバス作品だから、そこまで長いストーリー性持たせるのって難しそうですけれど。ほんと、何この作品。ビミビミ言うノエラちゃんと、ケイトのパンツ、となんで紙に書いたのかわからないミナちゃんが可愛いですね。っていうだけの作品に思えました。私の語彙力ではこれ以上伝えられないのですが、すごい気持ち悪さのある作品になりましたね。良くなるかもしれませんし、もうちょっと見ていきましょうか。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。